語にいては語に従え。この言葉は英語で言うと When in Rome, do as the Romans do. When in Japan, do as the Japanese do. When in America, do as the Americans do. その国に行くとその国のルール、その国の習慣、その国の伝統、その国のすべてに合わせるべきじゃないでしょうか。スティーブ的視点のスティーブと言います。本日このトピックについてお話ししたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。語にいては語に従え。この関連のトピックについて何度も動画を取り上げさせていただいていることがありますが、最近また考えてみましたね。もう日本とアメリカも難民、移民、もういろいろな課題がありますよね。日本もこれから外国の方、数十万人程度で増やそうとしている中では、一つはね、俺が理解できないことがあります。違う国にいて自分の生まれた国じゃなくて、他の国に行こうとすると、ゲストですよね。その国の国民じゃなくて、その国の国民に扉を開いてもらって入れたんだよね。その意味ではゲスト、お客さん。一般常識だと思いたいんだけど、ゲストとしてその方のところ、その方の家、その方の事務所、その方の国のルールに合わせていい顔を見せることは当たり前なことじゃないでしょうか。昔からずっと当たり前だと思うし、今でも当たり前なことだと思う中では、最近結構上がってくるニュースの中でびっくりすることは、日本だけじゃないですよ。アメリカもそうなんですけど、難民として、移民として、外国人として、自分たちにこういう習慣がある。自分たちにはこういう宗教もある。自分たちにはこういうのあるので、合わせてくれっていう外国人から日本の国民、日本の政府にお願いすることが多いようですよね。考え方は違うんじゃないでしょうか。その国にゲストとして、いずれその国の住民になっても、その国にはその国のルールがある。その国の伝統、習慣、言葉。日本だったら日本語。アメリカだったら英語。やり方、カスタム、トラディション、習慣、伝統。あることに合わせることが普通だなと思ったんですけど、最近この数年前からその考え方は普通じゃなくなってきているのかなって感じてしまいます。自分たちの宗教でお墓はね、体を埋めなきゃいけない。それを理解できますよ。アメリカにいっぱいありますよ。そういう宗教は。でも日本にはない。なかったら、それをね、頼んでいいのか、お願いしていいのか、よりも、自分たちはね、日本語喋れないから、自分たちの言葉に合わせてくれとか、それ正しいの？正しくないと思いますよ、その考え方が。国が今までやってきたことを変えようとする頭、外国人として、その国に行って、その頭は俺は理解できないっていうことを言いたいです。なるべく自分も日本に行った時の90年代、自分は教えられた日本語の中で、外国人だからって特別扱いしないでくれというのは教えられたんですよ、その言葉は。本当はそうなんですよ。特別扱いされたくない。自分はこういうふうにアメリカでやってきたからって、日本で同じことができるという頭を持つこと自体がおかしいと思うんだよ。違うんだよ。アメリカでこうやってきたからこれが正しい考え方。確かにね、他の文化とか他の国の違いとか理解できない人にはそういう頭を持って海外に行く、日本にたどり着く人がいるんだけど、正しくない考え方だと思います。その国に行ってゲストとして国民権与えられたとしても、日本人と同じく合わせてやっていくことは当たり前じゃないでしょうか。私は強くそう思います。アメリカ人として、俺の見方がもしかしたら一般の日本人との違う見方があるかもしれません。アメリカは移民の国ですよねと言われてます。いろんな国から移民としてアメリカに来た。自分のお母さんもそうだし、自分のおばあちゃんたち、おじいちゃんたちもみんなそうだったんですよね。でもね、当時の方、その時の移民、難民、そういう方ってアメリカに来てアメリカ人になりたい。アメリカ人に合わせて、アメリカ人と同じ文化、同じ習慣、すべて合わせて、英語を覚えたって仕方ない。英語を覚えできないことが恥ずかしいことだった。という時代があったんですよ。しかし、残念ながら、数年前から変わってきたんですよね。公共問題とか、いろいろなね、不法滞在者の問題も含めて、政治家、
政府、何のために何をやってるのかって、俺正直にもう今日の話の中では、これもまでは話に行かないんだけど、悪意かわかんないんだけど、自分たちの国の伝統を別に覚えなくていいよ。あなたたちに合わせます。言葉も別に英語を覚える必要はない。アメリカの国旗の前に立って、心に手のひらを開いて立てて、アメリカの国旗に宣誓をすることもなくなりました。移民も本当に何のためにアメリカに来たのかってわかんない。同じく多分最近この数年前から日本で騒いできた急激に日本が変わろうとしている日本も移民、海外の方、不法滞在者、犯罪率、いろいろ上がっている中で日本人の国民として俺はアメリカ人として日本人の国民に一つのアドバイスさせていただきたいと思います。自分の国の伝統、習慣、今までやってきたことに一つの悪いことはありません。日本に来られた方に日本風に、日本でこういう風にやります。もちろん覚える必要ある。失敗することもあると思うんだけど、覚えてもらわないといけない。全部譲って、全部、OK です。覚えなくていいです。あなたたちのこうだ、と習慣に全部合わせますっていう立場が間違いです。それが始まると、キリがないです。終わらないです。どんどん言ってくる。どんどん差別という言葉も出てくる。それが始まると、自分の国の伝統などを守ることが完全にできなくなるので、日本に合わせてやってくれるなら、ウェルカムだっていう日本人の心、アメリカ人の心もそう。ただ、その心のいい優しい人たちは利用されてると思います。もっと力のある。いつも言うんだけど、これ、金の後ついていけば、原因が多分にたどり着くと思うので、トップの人たちの決め事なので、俺たちじゃないんだけど、自分たちの国を守ることが重要です。自分たちの習慣、伝統も守ることが必要です。外国人に覚えてもらうことが完全に 100% は必要です。それは一切譲ってはいけない。一切覚えないことを許してはいけない。そのアドバイスしてます。もうアメリカも超えてるかわかんないんだけど、アメリカに何のために来ているのか、もう今わかんないです。日本は同じようになりますので、自分の国を守ってください。国を愛すること、愛国心を持つこと、自分の国を愛すること、自分の国の歴史を覚えること、気に入ること、リスペクトすることが、これからいろんな他の国から来られたとしても、それはベースとしてないと、うまく国はこれから作っていけないと俺は信じてますよ。日本も同じく日本人としてプライドがある海外から来られた方にウェルカムであるかもしれないんだけど、ここは日本です。日本ではこういうふうにやります。頑張って覚えてください。サポートしますが、日本風に、日本流に合わせる必要がありますということは、外国人に言うことが全然恥ずかしいことではないです。逆に言わないと後で後悔することを頭に入れてくださいね。移民の子供に対する教育も大事ですよ。もちろん一人一人の海外から来られた方の自分の習慣とか言葉とか、もちろん食べることとあって、それはね、ダメだよ、許さないということを言ってないですよ。それはもちろんウェルカムであること、あるんだけど、日本、アメリカ、この国のベースラインはこれですというのをインプットしておかないと、将来はどうなるのか。特に若い子供に日本愛っていうのは入れておかないとどうなるのかなって、先はちょっと心配ですね。自分はアメリカ人として誇りを持って自分の子供にあっちゃんにアメリカ人としてプライドを持つこと、日本人のハーフとしてプライドを持つこと、両国にプライドを持つことは非常に大事なことだと。だからって他の国のことをリスペクトしてはいけないっていうことじゃないですよ。自分の国を愛しているからこそ他の文化もリスペクトはできる。でも自分の国の文化を海外から来られた方に合わせてもらう必要があることを言ってます。それは私の意見です。